はい、石川正義です。今回はタルトブルダルーを作ります。タルト生地にアーモンドクリームを絞って洋梨を乗せて焼いた洋梨のタルトです。今回もですね、以前仕込んだ練り込みパイの生地を使って前回のキッシュロレーヌとは作り方を変えて作っていきたいと思います。では今回も仕込んで伸ばしておいた生地を型に敷き込んでいきます。生地のここまでの工程は以前アップした動画のリンクを貼っておきますのでご参考にしてください。今回は敷き込む前に生地にフォークで穴を開けてから敷き込んでいきます。前回のキッシュロレーヌは生地だけを先に空焼きしてから中身の具材等を入れて焼いたんですけども、今回は生の状態の生地に具材を入れて生地と具材を一緒に焼く友焼きという方法で作っていきます。その出来上がりの違いも見ていただければいいかなと思います。では型より少し大きめにした生地を型に敷いていきます。前回の高さが高い型より敷き込むのはやりやすくなると思います。タルト型の底の角になる生地は一度折って型に沿わせてあげるだったり、側面への貼り付け方など敷き込み方については前回と同じですね。型に敷けたら冷蔵庫で休ませておきます。最低でも1時間以上休ませてあげて焼いた時に縮まないようにしていきます。では中に詰めるアーモンドクリームを作っていきます。室温に戻して柔らかくしたバターに粉糖とアーモンドプードルを加えて混ぜていきます。基本的な作り方だとアーモンドプードルは最後に加えるんですけども、卵を加えた時の分離を防ぐために粉糖と同時にアーモンドプードルを混ぜていきます。粉気がなくなって全体が均一になれば卵を 2,3 回に分けて混ぜていきます。一度卵を加えるごとに卵が見えなくなるまで混ぜていきます。卵を全部混ぜ終わると状態としては少し柔らかい状態になります。このまま使ってもいいんですけども、このまま使うと焼いている間に予想以上に膨らんでいってしまって型からこぼれてしまうので、一度冷蔵庫で冷やしていきます。できれば翌日に使う方がいいです。はい、翌日ですね。冷蔵庫でしっかりと冷やした後、常温に置いて室温まで戻したものです。少し硬くなっているのが分かりますでしょうか。この状態のものを使っていきます。絞り袋に詰めていきます。今回口金は丸の15号をつけているんですけども、口金なしでも全然構わないです。では上にのせる洋梨を切っていきます。
今回はコンポートにした缶詰を使っていきます。もちろんフレッシュを使っていただいても全然構わないです。でコンポートを使うときはシロップがタルトににじんでしまうとアーモンドクリームが焼きにくくなったり、シロップが焦げて濃い焼き色がついたりするんですね。なのでペーパーなどで少しシロップを切っておきます。で洋梨を薄切りにしていきます。今回は僕はそんなに薄く切ってないんですけども、薄切りの幅は薄い方が出来上がりに高級感っぽい雰囲気は出てきます。で高級感っぽい雰囲気は出るんですけども、カット面のねラインが緻密になるので、ラインが揃ってないとちょっと綺麗に見えなくなるので注意は必要です。でアーモンドクリームをタルト型に絞っていきます。アーモンドクリームが膨らむことも考慮して多くても7割程度の高さまでにしておきます。で薄切りにした洋梨を少し斜めにずらします。そのずらした上で形を整えてアーモンドクリームの上に乗せていきます。アーモンドクリームの上に乗せた後でも洋梨が綺麗に見えるように少しね形を整えてあげます。で形が綺麗に整ったらオーブンで調整していきます。でオーブンは170度で1時間程度焼いていきます。焼いていくときにアーモンドクリームは時間が経てば焼けるので色づきだけ気をつけていきます。途中で色が濃くなりそうなら上からアルミホイルをかぶせて続けて焼いていきます。一番焼けにくい場所が底生地の中心部分なので、なるべくその部分が焼けるように1時間は焼いていきます。で焼き上がったらグランマルニエというねオレンジのお酒をハケで全体に塗っていきます。これは香り付けと保湿をしてしっとりとさせるためにお酒を打っています。アルコールは揮発していって酔っ払う程度は残らず香りだけ残るので安心していただいていいかなと思います。これはお好きなお酒にしていただいても全然大丈夫です。このお菓子は熱々を食べていただいてもいいですし、一度冷やして食べてもいいです。僕はね今回きれいにカットするために一度冷やしました。はい、いただきます。この底生地がね火は通ってるんですけど焼き色がねつかないんですよね。洋梨はね優しい味なんですけど、生地のバターの香りとあとアーモンドクリームのアーモンドの香り、あと最後に塗ったねお酒の香りがね結構ふわっときますね。このね周りはね綺麗に色づいてるんですよね。このホロホロの食感もね加わったので最強ですね。
紅茶が進むな。ごちそうさまでした。今回は洋梨のタルトを下の生地と上のクリームを同時に焼く友焼きというね方法で作ってきましたけども、空焼きをして別に焼くっていう方法との出来上がりの違いをお分かりいただけましたでしょうかね。ご家庭のオーブンで焼くときにこの友焼きっていう方法ですると、火は入っているんだけど焼き色がつくまではいかないで、ホロホロサクサクっていうね食感までに至らない部分ができてしまうので、手間を惜しまないのであれば別に空焼きをしたものにクリームを絞ってフルーツを乗せて焼いた方がいいものはできるんじゃないかなと思います。業務用のオーブンだとですね、ご家庭のオーブンのように熱風で焼くオーブンだけでなくて、上からの熱下からの熱を分けて設定できるようなオーブンがあるので、友焼きにするときは下からの熱をねかなりな高温に上げて焼くこともできるので、ご家庭ではなかなか厳しいなと感じました。僕が実際にお店で焼いていた設定では上火が170度下火が230度とかで焼いてたりするんですよね。なのでご家庭にあるようなコンベクションオーブンだと温度は低い方に合わせるしかないので、どうしてもねこういうことになってしまうんじゃないかなと思います。今回は少し実験的な感じでしましたけども、ご理解いただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバイ。